ずんだもんと、紬のパソコンパーツ発掘隊。 PD に入れるの野巻。どうも、強力な警察署です。同じなのだ。今回は PD に Windows 95を入れてみましょう。 PD とは何なのだ。前回説明したのでそちらを見てください。下の説明欄にリンクがあるのだ。今回を先に見ても問題ないと思いますが、数字的にそれが良いのだ。では早速始めましょうか。まずはこれが必要ですね。これは何なのだ。これはスカジーボードですね。それは前回もあったのだ。前回のものはこちらです。こちらでは Windows 95が入れられないので交換します。なぜ入れられないのだ。詳しく説明するには30分かかるんですけど、手短に頼むのだ。一言でまとめるとですね、PD はハードディスクではないので失敗します。そうなのだ。というわけで PD にインストールするにはハードディスクに偽装しないといけません。新しいボードならそれができるのだ。そういうことですね。それではチェンジリング作戦を始めましょう。まずは前のスカジーボードの取り外しからですね。ターミネータを抜かないと引っかかって外れません。これが何かわからない人もいると思いますが、蓋なのだ。50点。後で説明しますね。続いて固定のネジを外しましょう。左に回すと外れます。知っているのだ。シャカシャカっと外れたのだ。スカジーボードを抜きましょう。ケーブルも抜いたものがこちらです。他に不満はないですが PD から起動できないので封印するのだ。 PC98 のネタがあればまた登場するかも。まずはターンズを終わらせるのだ。こちらが取り付けるボードです。アダプテック AHA2940UW 定番の商品ですね。アバプテック、そちらは偽物です。取り付けの前なんですけどね。どうしたのだ。前回のコメントでスカジーがわからんと言われたんです。確かに謎なのだ。というわけでスカジーとは何ぞやのコーナーです。スカジーとはスモールコンピュータシステムインターフェースの略語らしいです。こんな感じでストレージなんかを接続できます。便利なのだ。外側にもコネクタがあるので外付け機器も接続できます。内外合わせて8台までのデバイスに対応しています。ほうほう。そのうちの1台はスカジーボードですけどね。つまり7台つなげるのだ。スカジーバスの両端には終端抵抗詰まりターミネータが必要です。外側はこんな感じで差し込みます。蓋なのだ。マッキャップの役目もありますね。内蔵のドライブの場合はターミネータが組み込みなので設定で有効にすれば OK です。この場合は下のドライブがバスの端っこになるのでターミネータをオンにします。スイッチがあるのだ。そこで前回登場したこれです。右側の2つのピンがターミネータの設定です。なるほど。実際の設定はドライブの後方にあるジャンパーピンで行います。ここにありますね。この右端の2列をショートさせるとターミネータが有効になります。なるほどなのだ。ハードディスクの場合にはお腹の基板にある場合が多いです。でもこれピンの説明が書いてない場合があるんですよね。それは困るのだ。説明書がない場合はくくるか勘で刺します。壊れるのだ。スカジーに関してはあと一つ。スカジーのデバイスには固有の ID が必要です。0番から7番の番号です。7番は通常スカジーボードが使えます。つまり0から6なのだ。起動に使うハードディスクは0番にすることが多いですね。
設定はさっきのジャンパーピンの近くにあります。普通は1、2、4の3ビットで指定しますね。未進数なのだ。このドライブだと1、2、4だオフ、オフ、オフなら0番。1、2、4だオフ、オン、オンなら6番。といった感じですね。なるほど。外付けの場合はこのようなディックスイッチが多いですね。理屈はさっきと同じです。他には回して番号を選ぶロータリースイッチとか。より違います。というわけでスカジーとは謎やのコーナーでした。そろそろ取り付けに戻りましょう。ケーブルは挿しておきました。片手では難しいので PCI スロットに差し込みましょう。刺さったのだ。刺さったらささっとねじ止めです。今回は動画を増やしてみました。静止画ばかりもあれなので脱スライドショーなのだ。トルクスマホのカメラなので画質がピーですが、しまったのだ。ここのターミネーターですが行方不明なのでありません。さっき外したのだ。あのターミネータは50ピンなので使えません。このコネクタはワイドスカジーの68ピンです。つけなくていいのだ。内蔵のターミネータが自動で有効になります。やっぱりただの蓋なのだ。それではインストールの準備です。間違って書き込むといけないのでディスクを取り外してください。なぜなのだ。自分が間違わなくても Windows が変えたりします。そうなのだ。一番最初に見つけたドライブに起動用ファイルを置いたりします。でそのドライブを取り外すと起動できなくなったり。危険なのだ。ちなみにこれ最新の11でも普通に起こります。続いて TD をセットしましょう。トレイが開いたので載せましょう。 TD を載せたらトレイを閉じます。入ったのだ。続いて Windows 95の CD ロムをセットします。 USB や FAT32 に対応した OSR2.1 版ですね。ちなみにこちらのディスクは DVD ドライブにセットします。 TD ドライブは使うから無理なのだ。続いて起動フロッピーをドライブに入れましょう。 Windows 95の起動ディスクにドライバーを追加したものです。95の頃は CD ドライブの接続方法が乱立していて自分でドライバーを入れないと CD ドライブが使えません。それは不便なのだ。フロッピー1枚では全部は入らないので仕方ないですね。そうなのだ。98は2枚に増えましたけどね。準備ができたので起動してみましょう。ポチッとな。メモリは 512MB 載せてあります。これ以上搭載すると WinQX が誤動作するのでそれは良くないのだ。こちらが新しいボードのスカジ BIOS の画面です。 TD ドライブを認識していますね。なぜ2つあるのだ。論理ユニットといって仮想的に TD 用と CD 用に分かれています。なるほど。コントロールキーと A キーを押すと設定画面に入ります。なんか出たのだ。スカジーボードの設定ができます。そんなものが。お目当ての設定は高度な設定の中ですね。英語なのだ。BIOS でリムーバブルディスクを固定ディスクとしてサポートする。これを全てのディスクに変更します。これで設定完了です。セーブして設定画面を閉じましょう。できたのだ。ハードディスクとして使うには物理フォーマットが必要です。ディスクユーティリティのメニューから実行できます。デバイスのスキャン中です。 TD ドライブを選んでフォーマットディスクを選ぶと実行できます。ディスク全体を0で埋めるので多分30分くらいかかります。長いのだ。早送りするので問題ありません。実際は長いのだ。今回
ボード交換前の話も入れようと思ったんですけどね。それだけで30分超えたんですよ。削るとすっきりするのだ。なので削除しました。裏話をしている間に完了したみたいですね。ちょうど30分かかりました。クソ長いのだ。設定画面を閉じましょう。準備はできたので起動してみましょう。レッツゴー。ハードディスクはつないでません。そうみたいなのだ。 MS-DOS の起動が始まりましたね。 Windows 95と書いてあるのだ。中の人の MS-DOS 7.1 です。なるほど。何か文字は消したのだ。日本語モードに入りましたね。罫線と半角カタカナが同じ文字コードなので分けます。そうなのだ。こちらが CD のドライバーです。 DVD ドライブにも使えます。それは便利なのだ。 ISO 形式に限りますがね。起動が完了したみたいですね。設定を見てみましょう。なんか出たのだ。これがコンフィグ室です。 MS-DOS の環境設定したりドライバーが組み込めます。難しそうなのだ。パソコンの一般教養なので勉強してください。考古学。今回はごく普通の構成です。 Win95 の起動ディスクに CD ドライバーを入れただけです。おなじみの OA 系ですね。知らんのだ。メモリ周りも少しいじくりましたが、ささっと書いたので適当です。ほう。こっちも見ておきますか。こっちは何なのだ。これはオートエグゼグバッジです。ここに書いたものは起動時に実行されます。毎回必要な処理なんかを書いておくと便利です。なるほど。こちらの変更点も CD 関係だけですね。こちらを組み込むと CD がドライブとして扱えます。9ドライブにしておきました。ほへ続いて領域の確保ですね。これは何なのだ。これは F ディスクです。ハードディスクを管理できます。なるほど。これが起動できたということは TD がハードディスクに見えているということです。成功なのだ。ハードディスクがないとここにたどり着けません。そうだったのだ。 C ドライブの領域を作成しますね。領域。ディスクを区切って複数のドライブとして使えます。そんな機能が。 TD は 650MB しかないので分けなくてもいいですね。全体を確保しましょう。再起動が必要みたいです。ポチッとな。ちなみに TD を偽装する前はエラーが出て即終了しました。こんな感じです。ハードディスクがないと書いてあるのだ。ダメみたいですね。ということで戻ってきました。次はどうするのだ。フォーマットが必要ですね。フォーマットならさっきしたのだ。あれは物理フォーマットです。 TD をハードディスクっぽくして異常がないかを調べました。これは。こちらは論理フォーマットです。ディスクに異常がないかを調べてファイルシステムを作ります。ここで朗報が。また30分休憩できます。ものは言いようなのだ。視聴者にとっては数秒です。クイックフォーマットなら一瞬で完了しますがね。なぜそれにしないのだ。残念ながら初回は使えません。そういう仕様です。そろそろなのだ。表面検査が終わりましたね。ファイルシステムを作成中です。ボリュームラベルは適当で、ボリュームラベル。ドライブの名札みたいなものです。なるほど。
Windows はドライブレターを重視するのでボリュームラベルはあまり目立ちませんが、そうなのだ。伝統なのでしがらみというやつなのだ。そんな感じです。フォーマットが完了しました。やったのだ。画面が狭いので片付けて中身を見てみましょうか。なんか出たのだ。 C ドライブができています。フォーマットは成功しましたね。インストールを始めましょうか。いよいよなのだ。 CD からセットアップを起動します。レッツゴーなのだ。これはスキャンディスクです。ディスクの検査ツールですね。フォーマット中に検査したのだ。毎回フォーマット直後とは限らないので検査されます。へ本格的に始まったみたいですね。え、半月くらいかかったのだ。時間がかかるので可変速にしますね。カットよりいいでしょう。そうかもなのだ。今はコンピュータの調査中ですね。搭載デバイスを調べる作業です。そろそろ問題の 20% ですね。いつも止まるところなのだ。大丈夫みたいですね。 20% の世界線を超えたのだ。視聴者には何のことかわからないと思いますが、省略した部分の話なのだ。前のスカ G ボードの時の話です。 MS-DOS 用のドライバーで TD ドライブを認識させて Win95 のインストールに挑んだんですけどね、何回試してもエラー吐いて 20% でフリーズするんですよ。そうなのだ。検証の結果 DOS の TD ドライバーと相性が良くないと判明しました。前半をカットしたからここに持ってきたのだ。なかったことにしてはいけないのコーナーでした。今回は順調みたいなのだ。 TD をハードディスクに見せかけているのでそうなのだ。ディスクアクセスを BIOS に任せられるので得体の知れないドライブにインストールさせられてなんじゃこりゃとなることもありません。それは良かったのだ。 99% なのだ。デバイスの検出が終わったみたいです。ここで入れる機能を選択できます。ネットワークは後でいいでしょう。いるのだ。ここはそのまんまですね。ファイルのコピーが始まります。進んでいるのだ。画面の外も見てみましょうか。 TD ドライブの頑張りを少しだけお見せします。アクセスランプが点滅しているだけなのだ。今はシーケンシャルアクセスなので地味ですね。今は後でわかります。それはともかく画面に合わせると周囲が暗くなりますね。カメラを買うのだ。無理です。あと近所の野球部がよく規制を発します。効果も歌うのだ。危険なので画面に戻りました。あともう少しなのだ。ファイルのコピーが完了したみたいですね。やっと完成したのだ。まだ前半戦です。なんだって。話は変わるんですけどね。何なのだ。最近この青い背景画像が流行ってるらしいです。そうなのだ。 YouTube で言ってました。というわけで起動ディスクを取り出してください。抜いたのだ。とりあえず再起動しましょうか。ちなみに前半戦のタイムは40分でした。再起動中です。いつもの。というわけで始まりました。インストールの後半戦です。なんか PD ドライブが荒ぶっているのだ。コピーしたファイルで OS を組み立ててますから読んで書いてのフル稼働ですよ。ファイルのコピーと違ってランダムアクセスですし、やばいのだ。あと20分くらい続きます。ところでこれは
は何をしてるのだ。コンポーネントの登録でしょうね。要するに Windows を構成する部品たちです。ほうほう。それらの部品なんかはレジストリに登録します。なるほど。コーデックを登録するときにレジ SVR32 って使いますよね。あれみたいなものです。あれね。ユーザー名とパスワードを登録します。実質シングルユーザーですけどね。そうなのだ。FAT ファイルシステムにアクセス権とかないですし、パスワードなんかかけても見放題です。それは良くないのだ。デバイスドライバーの組み込み中ですね。新しめのパーツ構成なのであんまり入らないと思いますが、後で入れないとですね。最後の仕上げですね。動画だと早そうに見えますが、今もギコギコ頑張ってます。過労しそうなのだ。修理したので大丈夫でしょう。実はここって日本なんです。知ってるのだ。全て完了したので再起動しましょう。後半戦のタイムは20分でした。前後合わせて1時間なのだ。再び戻ってきました。画面を見てもわからないので外の様子を見てみましょう。そりゃそうなのだ。ちなみにそちらにあるのがハードディスクの場合です。比較用なのだ。キーフレームが揃わないので少しずれていますが、些細な問題なのだ。ちなみに少し長いですがリアルタイムにしますね。加速すると分かりづらいので。起動ロゴが出たのだ。 TD ドライブのランプが点滅していますね。成功なのだ。 TD から起動している証拠です。カバーをかぶせるとほとんど聞こえないんですよね。マイクを仕込むのだ。ありません。かなり差がついてきたのだ。 TD はまだロゴなのだ。ハードディスクはそろそろ終盤ですね。黒くなったのだ。ここでハードディスク側がゴールしたみたいです。見づらいのでそろそろ退場させましょう。消えるのだ。このハードディスクは FM ターンズの純正品です。フレッシュについてタスカシーの 340MB です。 TD と同じ95年製ですね。決して速くはないんですけどね。それでもこの差なのだ。やっと緑になったのだ。 GUI モードに入りましたね。モニタの検出中ですね。最終設定が始まりました。あともう少しということですね。あと少しが長いのだ。田舎の道のすぐそこみたいなものです。最終設定ということは最後の設定ですね。知ってましたか？当たり前なのだ。ちなみにですが SSD の場合は30秒で起動しました。当時はまだありませんけどね。早いのだ。使っている変換器はこちらです。下にリンクを置いておきますね。アフィリンクではないのだ。アイコンまで始めたのだ。ようこそ画面が出ましたが未だ読み書きしていますね。止まるまで待つのだ。ランプが消えたので完了したみたいです。タイムは2分50秒くらいでしたね。ハードディスクは50秒なのだ。3倍以上なのだ。でも当時の低スペックパソコンってこれくらいだった気がしますよ。何歳なのだ。金属事項です。そんなことより
環境を整えないと2000です。ちょっと待ってくださいね。早くするのだ。できました。システムドライブを確認しましょうか。こちらの C ドライブです。リムバブルのアイコンですね。ハードディスクではないのだ。自力で情報を取得したんでしょうね。なるほど。こちらがプロパティです。確かに PD のものですね。それっぽい容量なのだ。使用量は 117MB と書いてあります。コンパクトなのだ。Windows 95ですからね。次はデバイスマネージャです。 CD-ROM を開いてみましょう。 DVD ドライブと PD ドライブですね。ディスクドライブを開いてみましょう。フロッピーと PD ドライブだけです。ハードディスクはありませんね。繋いでいないのだ。ところで気になりません？何がなのだ。稼働中に取り出したらどうなるか？ならないのだ。私気になります。なので試してみましょう。ポチポチポチ。ロックされてるみたいですね。これなら安全なのだ。と思うじゃないですか。マイコンピュータから取り出しを実行すると確認メッセージが出て普通に開くんですね。ざるなのだ。 PD を戻してみましょう。クリックに反応しませんね。危険すぎるのだ。青画面になりましたね。一度取り出すと復帰は無理みたいですね。リセットするしかないのだ。危険なので真似しないように。誰もやらんのだ。これで終わりなのだ。もうちっとだけ続くんじゃ。なんか見た目が変わったのだ。アクティブデスクトップですね。それは何なのだ。デスクトップとネットを融合させてなんか便利になる気がする、そんな感じのものです。なるほど。右端のはチャンネルガイドです。目玉機能のチャンネルの入り口。単なる派手なショートカットです。当然ながら大昔に詐集しています。使えないのだ。チャンネルは見に行かなくても自動で情報が更新されます。これをプッシュ技術と呼ぶらしいです。押し売りなのだ。それからデスクトップに Web コンテンツを配置できます。こんな感じですね。超邪魔なのだ。移動やリサイズも自由自在です。すごいでしょう。いらないのだ。追加するコンテンツはブラウザから指定できます。追加したコンテンツは自動で同期されます。つまり壁紙と違って更新に追照します。 Google ロゴなら記念日等に特殊なものに変化しますね。少し便利なのだ。実はですね、あまり使われなかったんですよ、この機能。なので速攻で無効にする対象でした。当たり前なのだ。当時一般的なパソコンだと負担が大きすぎるみたいで CPU 時間やメモリを消費するし不安定とも言われてましたね。見ればわかるのだ。あと当時はダイヤルアップの接続がほとんどなので自動更新とか言われましてもね。気が向いたら自動更新するのだ。というわけで黒歴史入りしたアクティブデスクトップですが一つだけメリットがありましてね。それは何なのだ。 Win95 や NT に導入するとエクスプローラが進化します。どういうことなのだ。元のエクスプローラはシンプルすぎて不便なんです。ふむふむ。そこで IE4 を合体させると Win98 相当に進化します。それは便利なのだ。賛否両論あるんですけど私は入れる派です。どこら辺が不評なのだ。重くなるという意見が多いですね。あと不安定になるだとか。欠陥品なのだ。使っていた NT4.0 では特になかったですけどね。遅いながらも普通に使えるのは分かったので最後にゲームを試してみましょうか。それがいいのだ。ではこれにしましょう。これは何のゲームなのだ。
これは A 列車で移行4ですね。鉄道会社を経営して街を発展させるゲームです。ふむふむ。鉄道に特化したシムシティといったところですかね。まあ実際に見た方が早いでしょう。そうなのだ。というわけで早速インストールしてみましょう。 CD を入れたのだ。見ての通り遅いので8倍速です。インストールが完了しましたね。起動してみるのだ。カチカチっと。起動したのだ。なんか出たのだ。アートリンクのロゴですね。このゲームを作った会社です。なるほど。最近だとドラクエのリメイクとか作ってますね。ドラクエさんなのだ。評価は微妙ですけど、秋にも出るらしいのだ。こちらがメイン画面です。街の開発ができます。電車が走っているのだ。というわけで開発してください。どうすればいいのだ。ルールは簡単です。画面に積んである白い箱、これがお豆腐です。豆腐？資材と呼ぶこともありますね。このお豆腐を開発したい周辺まで運びます。ふむふむ。あとは旅客列車を走らせるとそのうち建物が生えてきます。なるほど。簡単ですね。それで資材を運ぶにはどうすればいいのだ。工場近くの駅から線路を引いて貨物列車を走らせます。マップの外にある隣町から買い付けもできます。ふむふむ。荷下ろしするには駅と私有地が必要なので購入してください。建設の邪魔にならない地下1階がおすすめです。わかったのだ。そろそろ私は寝ますので朝まで開発しておいてください。仕方ないから進めるのだ。確か環状線が効率的なのだ。まずは線路をつなぐのだ。順調に育ってきたのだ。財務状況も好調なのだ。おっと、そろそろ決算日なのだ。株を買って配当をいただくのだ。どれにしようかなと。鹿島建設にするのだ。資金は余裕があるのだ。5万株でポチッとな。待ったかな、まだかな。配当ゲットなのだ。いつの間にか朝になっているのだ。そろそろセーブするのだ。おかしいのだ。反応がないのだ。起きるのだ。紬。黒トカゲ繊維のお塩は甘いらしいですよ。むにゃむにゃ。起きるのだ。どうしたんですか？セーブデータがなくなったのだ。とりあえずセーブしてみましょう。セーブできたのだ。もう一度見てみましょう。なんか遅いですね。さっきもなのだ。やっぱりないのだ。消えているみたいですね。しかもマウスが反応しないのだ。これは多分あれですね。何なのだ？ C ドライブがロストしてますね。PD がアンマウントされたみたいです。取り出していないのだ。多分読めなくなったのでは。リセットするしかないですね。はあ？固まっているので仕方ないです。2時間くらいセーブしていないのだ。諦めてください。ではリセットしましょう。
起動しませんね。何か書いてあるのだ。起動ディスクを入れろと書いてありますね。 PD なら入っているのだ。壊れたのかもしれません。調べてみるのだ。 SSD で起動してみましょうか。これは何なのだ。ただの起動メニューです。起動する OS を選択できます。正確には起動するパーティションですが、便利そうなのだ。というわけで起動しましたね。ログオンしたのだ。 TD ドライブを調べてみましょう。マイコンピュータを開いて、いいドライブですね。ディスクが入ってないのだ。レーザーの寿命みたいですね。また調整するのだ。もう最大出力なので無理です。別のを買うのだ。買っても同じでしょうね。なぜなのだ。これがうちにある3台ですけど、3台ともほぼ最大近くで調整されてたんですよね。少なくとも昔から持ってた1台は新品の頃からいじっていません。つまり何なのだ。もともと出力もりもりの設定ということですね。欠陥品なのだ。欠陥ではないですけど、長持ちはしないでしょうね。なぜそんな設定になっているのだ。噂なんですけど、この PD ドライブのピックアップ部分って普通の CD ドライブ用のを流用しているらしいんです。ふむふむ。 PD を総変化させるために強めの熱量が必要なので、レーザー出力を限界付近で使っているということですね。なるほど。サンプルが3台なので絶対とは言えませんが、ところで A 列車はどうなるのだ。こんなこともあろうかと秘密兵器を用意しておきました。これは何なのだ。これは PD の後継規格 DVD ラムのドライブですね。確かに PD と書いてあるのだ。これを使えば PD が読めるはずですが、少し加工が必要なので次回にしましょうか。確かに疲れたのだ。というわけで次回のお楽しみに。見ないと人生の 2% ほど損しますね。増えたのだ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。良いねボタンを押してチャンネル登録をするのだ。また見てね。テンプレも終わったのでおまけのコーナーです。興味のない方は、なるべく見てください。ところで、Windows 版の A4 って操作性が悪いでしょう？確かに、ゲームというより事務ソフトみたいで不便なのだ。特に操作するたびに裏に隠れる MDI ウィンドウがやばいですね。画面が狭いと Mac 操作のたびに丸ごと隠れてしまいます。隠れるとまたメニューから呼び出さないといけません。そうなのだ。解像度が高いとマシですが、場所を記憶しないので毎回初期位置で開きます。これみたいにね。後スクロールが超絶面倒なのだ。スクロールバーですからね。というわけで、そこら辺を全て改良したプレステ版がありましてね。先に言うのだ。先に言ったらやりたがらないでしょう。プレステ版はマップや BGM が追加されています。3D の車窓モードもありますね。それは良さそうなのだ。今ならもっと良いものがありますね。それは何なのだ。最新作の始まる観光計画です。スイッチや Steam で遊べますね。どんなゲームなのだ。基本は 2D ベースの A 列車ですね。見た目は 3D 風になっていますが、確かに建物は立体なのだ。 A3、A4、A7、あと前作のみんなの A 列車の系譜です。A9 なんかのリアル 3D 路線と違って遊びやすいです。ふむふむ。あちらは鑑賞用なので。個人の感想です。シナリオやミッションもあって、そして秘書が可愛いです。それは重要なのだ。というわけで興味があれば遊んでみてください。以上おまけのコーナーでした。